こんにちは。さて、長い第3世代開発もついに終わりを迎えるようです。というわけで、実況は私ゆっくりレ夢ム。解説はゆっくりマリサでお送りしますだぜ。さて、長い第3世代開発も、今回のファイナルデーでついに終わりを迎えるようですね。そうですね、めちゃくちゃ長かったですね。実質デイ12なので、これまでの第1第2世代とは比べ物にならないほど時間がかかっていますね。ところで、これまでの第1第2世代は最終日もデイ5などのように、数字だったと思うんですが、どうして第3世代はファイナルデーなんでしょうか？実は、それにもちゃんと理由があって、実はリプレイモッドの映像を背景に、ゆっくり実況するこのスタイルの動画は、今回の動画が最後のようで、今後はもう作るつもりはないみたいです。なんでなんですか？それは、この動画を作るのはすごく大変らしく、この動画を編集している時はまだ可能でしたが、今後はそんなに余裕がなくなってしまう可能性が大きいので、今回のファイナルデーで最後になってしまうみたいです。そうなんですか。ところで、この動画を作るのって、そんなに大変なんですか？はい、まずマイクラでリプレイモッドを使って、リプレイデータを保存しておく必要があります。1から 2.5 時間。そして、次にカメラの起動を設定する必要があります。この作業もそれなりに大変なんだそうです。10から20分。そうして、カメラワークの設定ができたら、動画として出力し、ゆっくりムービーメーカー4でおなじみの BGM をつける編集をし、動画出力をします。エンコード込みで約1時間。これで、ゆっくり実況抜きの動画が出来上がりました。ここまでで時間は2時間半ほどですが、一つ一つの作業が大変なので数日はかかります。そして、これからゆっくり音声などの実況を付け加えます。で、それにものすごい時間がかかります。一体、どれくらいかかってるんですか？動画にもよりますが、どうやらエンコード込みで4から6時間くらいかかるらしいです。たった数分の動画に、8時間以上の時間がかかっていたんですね。さらに、デイ6以降は公開直前に再編集もやっているので、さらに時間がかかっていますね。なので、これまではまだ大丈夫でしたが、今後はそんな時間がなくなるかもしれないので、今回のファイナルデーで最後になるわけです。その話を聞くと、少し納得してしまいました。ところで、映像の方では何が起きているんですか？エクストラ1、2で制御回路を2回も作り直して、さらにまた作り直しているように見えるのですが、どうやら水木氏によると、実はエクストラ2の作業をしていた日と今回の作業をしていた日で、少し時間が空いてしまったようで、エクストラ2の時に作っていた回路のことをほぼ全て忘れてしまって、やむを得ずまた作り直すことにしたようです。何ですかそれ？どうやら、この界隈では自分で作った回路のことを本人ですら忘れてしまい、誰にも解読不能な回路が生み出されることは、時々あるようです。そうだったんですね。それで、水木氏的には、制御回路は一気に作ってしまうのが彼なりの極意らしいですが、今回はリアルの方が色々忙しく、それで期間が空いてしまったらしいです。まあ、彼は設計図とか何も書かずに、脳内だけで設計して作ってるらしいので、そりゃ忘れたら終わりですよね。ちなみに今の彼はデバッグ画面で信号強度を調べているみたいですね。設計図何も書かないんですか？まあ、彼は自称エンジョイ勢らしいので、そんなにガチな感じでやる気はないらしいです。まあ、彼的には脳内で設計して何も書かずにやっちゃう方が作りやすいらしいですよ。不思議な人です。どうやら今は、配線をしてるみたいですね。エクストラ1やエクストラ2の時とは違って、今回はスペースを限界まで使う方向のようなので、配線もどうにかコンパクトに収めようとしているように見えますね。そうなんですね。それは、新機能を実装するためですか？まあ、それが大きいと思います。やはり、スペースがあった方が新機能は実装しやすいでしょうからね。今映っていたのが、その新機能を担う回路ですね。そうですね、ジャンプ命令の実行時に、もしジャンプすることになったらジャンプしないと仮定して読み出した命令をキャンセルさせる回路ですね。これまではジャンプするかわかるまで、停止していましたからね。その間にも何かしら命令を実行させておくことで、場合によっては少し性能が上がります。命令によっては、実質的な性能が変わらないこともありますが、Java エディションで作る最後の小型 CPU なので、できるだけ詰め込みたいんでしょうね。そのために、エクストラまでやっていますからね。今は遅延調整をしているようですが、見事作り上げられるといいですね。今はすでにクロックを動かしてチェックしているみたいですが、どうやら難航しているようにも見える気がします。確かに、だんだんスペースが減ってきましたね。配線を通したいようですが、難しいようですね。
さあ、ここまでカットしたってことは何か起こるってことですよね。あれ？さっきまで奥の方の CPU で作業をしていたはずですが、なんで手前の方に来たんでしょうか？どうやら、このままだと無理だと判断し、奥の方の CPU を手前の CPU と重なるようにコピーして軽く作り直すことにしたようです。なるほど、確かに下の方を作り直していますね。ここの回路につなげる配線を通すのが難しく、頭を抱えているみたいです。なるほど、まあ確かに、Java エディションは下方向の配線は場所取りますからね。トーチを使う手もありますが、遅延がかかってしまいますもんね。そうですね、高速化のための改造なのに、遅延がかかってしまっては本末転倒ですからね。まあ、CPU 上部の回路の配線には、そのトーチを使った配線が使われているみたいですけどね。あれは、スペースの都合上それしか手がなかったみたいなので。さあ、ここまでカットしたってことは、何か起こるってことですよ。あ、言われた。このセリフを言うのも、今回が最後かもしれないので、一回言ってみたかったんです。あ、映像の方では、配線の回収が終わったようですね。回収って、スケール的には、だいぶ大規模な工事だと思いますよ。まあ、そうかもですけど。ここは、PC の出力をロムに伝える配線ですね。ここの配線も変更が加えられたようですね。これにより、チェーンは同じまま、実質的に使えるスペースを確保することに成功したようです。本当に、秘密基地かと思ってしまうほどの狭さですね。そうですね。さあ、ここまでカットしたってことは、何か起こるってことですよね。あれ？いつの間にか奥の方の CPU に戻っていましたね。手前の方の CPU に取り掛かったのと同じような理由で、また奥の方に戻ったようです。あれ？何か別のところに作り始めましたね。どうやら、短い信号を長い信号に引き伸ばす回路が必要になったみたいですね。なるほど、それで赤石ブロックで4遅延リピーター何個分か測ってるんですね。そうですね。ちなみに、この回路はクロックの信号を遮断するところに使うつもりみたいです。クロックを止める信号が来たら、一定回数クロックの信号を遮断するようで、そのために長い時間遮断の信号を出せる回路がいるみたいですね。CPU の方に戻ったってことは、目当ての回路ができたってことですね。そうだと思います。今は、クロック回路を改めて作り直しているみたいですね。スペースが少ないので、空いてるスペースにぴったりなクロック回路に置き換えたんだと思います。一言にクロック回路といっても、いろんな種類があるので、今のスペースに最適なクロック回路を模索しているみたいですね。そういえば、今回でもう、最後なんですよね。そうみたいですね。2023年9月24日にショートで第3世代の完成の報告をして、9月30日に第3世代幅級 CPU 開発例1のゆっくり実況付き動画が公開されたんですよね。そうですね。もう半年近く前のことになりますね。まあ、実際に CREDJ3 が完成したのは、2023年9月の上旬らしいです。例1では、このチャンネルで初めての3レッドストーンキック CCA に驚いていましたね。そうですね。まあ、幅級 CPU の第2世代は第1世代と同じ CCA を使っていたので、そういったところからも、第3世代が本気だったのが伝わってきましたね。また、レジスタも C 型のループ式を採用しようと、試みていましたね。そうでしたね。実際には、これまでと同様のレジスタが使われましたが、懐かしいですね。また、例1の位置が全角だったのは、第1世代の時の動画のタイトルのミスを、そのまま伝統みたいな感じで引き継いでいるみたいです。ですが、第3世代のその本質さゆえに、例2からは、1ブロックでも小さいデコーダーを探すだけの動画が、量産されてしまいましたね。そういえばそうでしたね。まさにデコーダー地獄でしたね。例3では、レジスタのデコーダー地獄から解放されるかと思いきや、今度はロムの方のデコーダーに取り掛かっていましたね。でも、実際第2世代のロムのデコーダーは、だいぶ爪が甘かったらしいので、大幅な更新ポイントになりましたよね。そうですね、小型化に大きく貢献したはずなので、CPU の回路サイズがどうなったか気になりますね。そして、その次は例4ではなく、例 3.5 でしたよね。そうでしたね。どうやら、例3と同じ日に作業したらしいので、例3の後編みたいな感じで例 3.5 にしたらしいです。例 3.5 でロムのデコーダーは終わりましたが、またレジスタの方に改善の余地が残っていることを見つけて、それからしばらくはレジスタのデコーダーだけの絵がずっと続いてしまったので、打ち切りにしようと思ったみたいですね。本人すら、つまらないと、感じてしまっていたんですね。
そのため、Day4、5は録画したデータを全て消去してしまったみたいです。ですが、きっと見てくれる方がいると思って、Day4、5のデータはないので、Day6からにはなりますが、再開したみたいですね。もしかしたら、この時点で水木氏が失踪してた可能性もあったんですね。Day4、5もレジスタのデコーダーを研究していて、Day6でようやく完成し、IO ボートの方も新型のデコーダーに合わせて修正してましたね。Day7 では、初めてサムネが設定されてましたが、内容としては夜の影も木戸が綺麗だったのと、レジスタのデコーダー周辺の回路でしたね。Day8 は、水木氏が2024年最初の動画は NX レッド6にしたいという理由で、Day7 から結構時間が空いてからの投稿でしたよね。Day8 では、ついにこの幅旧 CPU の伝統的存在である赤の斜め線が追加されましたね。そうですね、世代を重ねるごとに線が増えて、存在感が増してましたよね。第3世代では、本当に3本線になってしまいましたよね。Day9 では、PC が CPU に収まらないかもしれないと聞いて、ヒヤヒヤしましたね。そうですね、PC が入らなかったら、そもそも CPU として機能しないので、第3世代が完成しない可能性もありましたね。Day9 は、第3世代の最終日って聞いてましたが、どうやら Day9 に完成したのはあくまでベータ版だったってオチで、エクストラに突入したんですよね。エクストラは、ベータ版の制御回路をくり抜いて、NXREDJ5 にも搭載されている高速化技術を採用しようとしていましたね。ですが、エクストラ2ではまたエクストラ1の制御回路を作り直していましたよね。それと同時に、使い勝手のいい PC も作れないか、いろいろ試していましたね。そして、真の最終日である、今回のファイナルデイまでやってきたんですね。そうですね。約半年。長かったですね。半年前からずっと見続けてくれた方も、きっといると思います。約半年間も水木氏の動画を見続けてくれて、本当にありがとうございました。このスタイルの動画はおそらく今回が最後になると思いますが、今後も水木氏の動画を見てくれると、嬉しいです。さて、今はどうやら動作テスト中のようですね。ってことは、ついに完成したんですか？まあ、そうだと思います。回路ができたので、実際に動作させてテストしているみたいですね。あれ？あ、ここにコピーさせた、ようです。ここで、ずっと跳ね返る何かを動かせるかテストされるみたいです。では、今回はこれで終わりのようです。このスタイルの動画がこれで最後だなんて、少し悲しいですね。では、ご視聴ありがとうございました。次は、紹介動画だね